性格は一緒で結構考えてることもすると一緒なので、なんかこうやっぱり営業してると問題が起こったりするんですけど、そういう時も一緒に解決してくれるすごい心強い味方が。ありがとうございます。月曜日が24なので、月曜日が15の。っていう時は話しかけても大丈夫ですか？全然大丈夫です。大丈夫あなんですけど、はい。すごい喋るのが苦手なんですけど。なんかちょっと YouTube でちらっと見ました。そう全然そんなことなさそうだったんですいやいや、基本的にはもう姉に話しかけてください。わかりました。和菓子はご主人の担当なんですか？いや、全員です。この和菓子のメニューはどなたが考えられてるんですか？代表です。きっかけはですね、高校生の時にたこ焼き屋さんでバイトし始めて、で、そのまま社員になったので、7、8年そこで働いていたんですけども、一旦ちょっとこう違うお仕事もやろうなと思って OL になって、で、2年間 OL をやってたんですけど、やっぱり毎日たこ焼き焼きたいなっていう、やっぱり焼くのがすごく好きなので、
たこ焼き焼きたいなって思いながら仕事してて、で、自分のお店を持ってみたいなと思って、で、やり始めたのが今から6年前くらいですかね。やり始めた時はまだ屋台だけだったんですけど、10年15年ぐらいは屋台だけでお店を持つのは難しいのかなって思ってたんですけど、お店を持ったのは、4年目ですかね。なので自分が思い描いてたよりもすごく早い段階でお店を持つことができました。もともと働いてたたこ焼き屋さんは名古屋焼きって言って、結構たこ焼きとお好み焼きの間みたいな感じのしっかりした生地でっていうのがやってたんですけど、私は愛知県で大阪風の関西風の出汁の効いたトロトロっとしたたこ焼きを販売したくて、なので大阪に何度も行ったりして、生地を研究して、で開発をしました。ちなみにお二人って一卵性ですか？一そう卵性。ですそうです。はい。すごいそっくりですよね。身長とか体重とか全部一緒なんです。すごいですね。なんか同じものが好きなんですよ。なんか同じ音楽とか結構そういうので趣味が合うじゃないですけど、そんな感じでなんか仲いいですね、友達みたいな感じで。
ここのたこ焼きの特徴ってどんな感じですか？お味の特徴って。もうやっぱ出汁が効いてて、中トロトロで、もう美味しいですね。ちょっとそりゃ美味しいですよね。すいません。めっちゃ。これもあと15分ぐらいかな。お願いします。ニノさん。はい。はい。
はいつから働かれてるんですか？働き始めたのは1年くらい前ですかね。もともと店のお客さんとして常連で来てたんですけど、お二人とはすごい仲良くさせてもらって、そのままバイトをするようになりました。最初はインスタとかその SNS で知って、試しがてら近所なので試しがてら来てみたら、もうこのように明るい雰囲気なんで、もうこの雰囲気に来たくて来るっていう感じです。でお二人がまずすごく優しいっていうのと、あともう会話も楽しいですし、たこ焼き作るのも丁寧に教えてくださったので、もうものすごく楽しいです。かなさんはもうとにかく優しくって、さきさんは面白い。もう何言ってもなんていうんですか、どんなふりをしてもそれに応えてくれるので、ここが面白い。めちゃくちゃ楽しいです。本当にもう皆さん優しくて、もう毎日来てても全然飽きないくらい楽しい職場で。ご主人はどれぐらい歴ですか？たこ焼き焼かれて。僕はまだ2年ぐらいもっとか4年ぐらいずっとこのお仕事されてます？いや途中からです喋れないですじゃああと1個だけカメラ見れないんですよ。全然見なくて大丈夫ですたこ焼き焼くやりがいはどうですか？楽しさですね。お客さんと触れ合える楽しみみたいな。これ使わめないでください。っちゃいい感じです。大丈夫ですいい感じでしたよすいません。どうぞ。すいません。もうどうだろう、10年以上喧嘩をしてないですね。はい、意見がぶつかることがなくて、もう考えていることが同じなので、仕事の話でもこういう風にしたいって言って、あ、そうだよね、私も思ってたみたいな感じで、はい、意見が一緒になることが多いので、はい、喧嘩はしないです。性格は一緒で考えてることもすると一緒なので、なんかこうやっぱり営業してると問題が起こったりするんですけど、そういう時も一緒に解決してくれるすごい心強い味方。将来のビジョンというか、こう店舗を何店舗持ちたいとか、こうお店を会社を拡大していくかっていうのは全然なくて、こう今のこの大高のお店をこう地域の方に愛されるお店にしたいなって思ってるので、今まだオープンして2年なんですけど、もっとこう常連様が増えていったりして、で私たちもメニューをもっと出したりとか、居心地のいいお店作りができたらなと思ってます。